ランクル76自作オーバーヘッドコンソール3型完結編。外観、車両への取り付け方、装備している機能などを紹介します。ランクル76自作オーバーヘッドコンソール外観について。下の面から見ていきます。サンバイザーはトヨタの他車種のものを流用。バニティミラー付き、照明も付きます。これで夜など暗い時に目にゴミが入っても安心。サンバイザーの取り付け部分、きれいに仕上げることができました。2型では180度反対向きで適当に取り付けていました。トヨタの他車種用のサングラス収納付きマップランプ、ARB のステッカーは勝手に貼ったもの、製品には無関係です。トヨタ、アルファード用の LED スポットライト、小さいですが、意外と明るく照らしてくれます。運転席側のサンバイザー、こちらもミラーと照明もつきます。上の面を見てみます。黒いシートは滑り止めマット。サンバイザー用の照明の電源コードは耐熱のテサテープで棚板に留めています。マップランプは棚の上も照らすように穴を開けていて、透明のプラ板を貼っています。ハーネスケーブルは自作で、6ピンのカプラーで簡単に脱着できるようにしています。これは ACC 電源のシガーソケット、レーダーやドライブレコーダー用に使っています。以上、外観の紹介でした。ランクル76自作オーバーヘッドコンソール車両への取り付け方について。では、オーバーヘッドコンソールを取り付けていきます。レーダーとドライブレコーダーのシガープラグをオーバーヘッドコンソールに乗せて、ハーネスケーブルのカプラーが挟まっていたので、避けて、指で回せるネジを締めて、オーバーヘッドコンソールを固定します。固定用のネジは2箇所、少し狭いので、多少回しづらさはありますが、締めていきます。手が入りづらいので、乗り出して締めてます。背中が邪魔でごめんなさい。なお、この動画部分は2倍速でお送りしています。ネジを締め終わったら、ハーネスケーブルのカプラーを差し込みます。カプラーがつながったので、ランプがつきました。これは、ドア開閉連動の点灯です。シガーソケットやハーネスケーブルを奥に追い込んで、最後にもう一度ネジがしっかり締まったか確認をして、これでとりあえず取り付けはできました。ランプが点灯するか確認します。運転席側のマップランプはドアを閉めてから6秒間点灯、その後2秒間でゆっくり消灯するようにしています。サンバイザーの照明が点灯するか確認。ティッシュペーパーのボックスはこの位置に置くのがマスト。最後に力を入れて揺すってみて、ガタつきなどがないか確認して、取り付け作業は完了です。ランクル76自作オーバーヘッドコンソール装備している機能を紹介。
運転席から見たところ、オーバーヘッドコンソールが低いようにも見えますが、圧迫感などは一切感じません。まずは、サングラス収納付き、マップランプから。サングラスは簡単に出し入れできます。まあ、最初からついている車は多いし、珍しくもないですね。マップランプを点灯。このように、棚の上も照らします。LED のスポットライトをスモールライトに連動して点灯します。棚上の荷物の落下を防止するコーナーガードクッション。オフロード走行などで急斜面を登ったときは荷物が落下してくることもありますが、それ以外はこれで防げます。マップランプを点灯して棚上を見たところ、高さはあまりないですが、意外と収納スペースはあります。バニティミラーと照明付きのサンバイザーについては、もう何度も紹介をしましたので、最後にお見せします。制作動画その1から長々と紹介をしてきましたが、これで完結とします。自己満足の動画をご視聴いただきまして、ありがとうございました。